ヘルスケア株に投資している方、本日は注目の動きがあります。トラベールセラキューティクスが約 37% の急騰となりました。ナスダック急進の一因ともなった本日の大きなニュースです。日経平均が 2% 超の大幅高を見せた流れも引き継いでいます。皆さんこんにちは、 US テックナビです。2026年4月15日の米国株市場の最新動向をお伝えします。本日の注目ポイント、私が厳選した3つをお伝えします。まず1つ目は決算や個別材料によるサプライズ銘柄です。それではまずトラベールセラキューティクスの詳細です。希少人疾患向けの新薬が FDA に正式に承認されました。専門医による即座の処方が可能となると報道され、市場では売上拡大への期待が急速に高まりました。このポジティブなニュースが買いを呼び込み、株価を大きく押し上げています。ヘルスケアセクターの中でも際立ったパフォーマンスを見せました。一方でハイテク大手の底堅さも市場を力強く牽引しています。 NVIDIA は本日は約 4% 上昇しました。全市場で最も取引が活発な銘柄となっています。ウェーブの CEO が AI と量子コンピューティングについて言及し、 NVIDIA の GPU 需要に対する強気な見方が再確認されました。同じく半導体セクターからインテルです。本日は約 2% の下落となりましたが、取引量では上位に入っています。競合他社との開発競争が日々激化する中で、投資家の間で今後の成長性への評価が分かれています。次に主要指数とセクター動向です。本日の米国市場は全体として堅調な推移となりました。特にナスダックはインフレ鈍化の兆しを交換して急伸ばしています。 S&P500 やダウ平均もしっかりとプラス圏で取引を終えました。セクター別のパフォーマンスを見てみましょう。一般消費財が約 3% 上昇し、本日のトップパフォーマンスです。通信サービスやテクノロジーも 1% を超える堅調な動きを見せています。一方でエネルギーセクターは約 2% の下落です。原油価格の動向がエネルギーセクター全体の重しとなっています。今後の地政学的なリスクにも注意が必要です。ここで本日の決算サプライズ銘柄を見ていきましょう。まずはカーマックスです。第4四半期の決算が発表されましたが、市場予想を下回る結果となりました。中古車市場における需要低下への懸念が急速に広がり、この結果を受けて株価は約 15% の大幅な下落を記録しています。消費者心理の冷え込みが影響しているとみられます。対照的にブルームエナジーは約 24% 急騰しました。こちらも決算発表を背景に投資家の買いが殺到しています。エネルギーセクター全体が難聴に推移する中で独自の強みを発揮し、市場の期待を大きく上回りました。さらにクレドテクノロジーも約 19% の上昇を見せました。データセンター向けの高速接続技術に関する買収を発表し、 AI インフラへの投資拡大の波に乗る形となりました。続いて重要なマクロ経済ニュースです。3月の生産者物価指数 PPI が発表されました。前月比で 0.5% 上昇、前年比では 4.0% の上昇となりました。エネルギー価格の高騰という懸念材料があったものの、全体としては市場予想を下回る伸びに止まりました。この結果を受け、市場のインフレ懸念は一旦後退しています。また欧州次期 FRB 議長候補の動向も注目されています。来週21日に上院銀行委員会で公聴会が開催される予定です。インデックス投資をしている方にとって利下げ時期の見通しは重要な要素です。公聴会での発言が市場の方向性を左右するため注視が必要です。ヘルスケア関連ではジョンソン、エンド、ジョンソンが決算を発表しました。内容自体は好決算だったものの、株価は難聴な推移となっています。市場の事前期待が高すぎたことが要因とみられます。続いて SNS トレンドで話題を集めている注目銘柄です。メタプラットフォームズです。本日は約 4% のしっかりとした上昇を記録しました。 AI インフラへの継続的な投資拡大とその収益化への期待が投資家心理を力強く支えています。また Amazon も同じく約 4% 上昇しています。衛星通信会社グローバルスターの買収に関する報道が出ました。通信インフラ事業のさらなる強化が交換されており、大型ハイテク株への資金流入を力強く後押ししています。最後に明日の注目銘柄です。 AI の膨大なデータ分析によると Netflix が浮上しました。明日予定されている決算発表での契約者数の伸びが鍵となります。本日のレポートは以上です。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。US テックナビでは毎朝
米国市場の最新動向を4分でお届けしています。見逃したくない方はチャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた明日。